皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉などを簡単な言葉に変えて聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。さて、今回の物語は、新見南吉の代表作であるゴンギツネです。一人ぼっちで、いつも人間にいたずらをしていた狐のゴン。ある日、村の青年、兵十にいたずらをしますが、それを後悔して償いを始めます。償いとは、自分がした罪や間違いを他のもので補うことです。ゴンの償いは兵十に伝わるのでしょうか。どうぞ最後までお聞きください。ゴンギツネ、新見南吉。これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がいたそうです。その中山から少し離れた山の中に、ゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの子狐で、シダがたくさん茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でも近くの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種の殻の干してあるものへ火をつけたり、百姓の家の裏手に吊るしてある唐辛子をむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。2、3日雨が降り続いたその間、ゴンは外へ出られなくて、穴の中にしゃがんでいました。雨が上がると、ゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の包みまで出てきました。あたりのすすきの穂には、まだ雨の雫が
光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、3日も続いた雨で、水がどっと増えていました。普段は水に浸かることのない川べりのすすきや萩の茂みが黄色く濁った水で横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみの道を歩いて行きました。ふと見ると川の中に人がいて何かしています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ行き、近寄ってそこからじっと覗いてみました。氷柱だな、とゴンは思いました。氷柱はボロボロの黒い着物をまくり上げて、腰のところまで水に浸かりながら、魚を取る張り切りという網をゆすっていました。鉢巻きをした顔の横に、丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると、氷柱は張り切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。氷柱はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒に入れました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。氷柱はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いて何を探しに行ったのか川上の方へ走って行きました。氷柱がいなくなると、ゴンはぴょいっと草の中から飛び出して、ビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては、張り切り網よりも川下の方をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もトボンと音を立てながら濁った水の中へ潜りました。最後に太いうなぎをつかもうとしましたが、ぬるぬると滑るので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んで、うなぎの頭を
口にくわえました。うなぎはキュッといってゴンの首へ巻きつきました。その途端に兵十が向こうから、うわぁ、ぬすっときつねめ、と怒鳴りました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま飛び出して一生懸命に逃げていきました。洞穴の近くの木の下で振り返ってみましたが、兵十は追いかけては来ませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。10日ほど経って、ゴンが安家というお百姓の家の裏を通りかかりました。すると、そこのイチジクの木の陰で、安家の妻がお化粧をしていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通ると、しんべヱの妻が髪を溶かしていました。ゴンは、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、神社に上りが立つはずだが、こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、外のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐつぐつ煮えていました。ああ、葬式だ。と、ゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの影に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い布切れのように咲き連なっていました。すると、村の方からカーン、カーンと鐘が鳴りました。葬式の出る合図です。
やがて白い着物を着た壮烈の者たちがやってくるのが、ちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。壮烈は墓地へ入ってきました。人々が通った後には、彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い衣装を着て、位牌を持っています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。ははー、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは寝たきりになっていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたい、と思いながら死んだんだろう。チェ、あんないたずらをしなければよかった。兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていました。だからおっかあが死んでしまった今はもう一りぼっちでした。俺と同じ一りぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンは、そう思いました。ゴンは物置のそばを離れて、向こうへ行こうとしました。すると、どこかで、イワシを売る声がします。イワシの安売りだい。生きのいいイワシだい。ゴンは、その威勢のいい声のする方へ走っていきました。すると、安家の妻が家の戸口から、イワシをくれ、と言いました。イワシ売りは、イワシのかごを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙に、かごの中から5、6匹のイワシを掴み出して、元来た方へ駆け出しました。そして兵十の家の裏口から家の中へ
イワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いに、まず一ついいことをした、と思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて、茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。不思議なことに、兵十のほっぺたに傷がついています。どうしたんだろう、と、ゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は泥棒と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされた。と、ぶつぶつ言っています。ゴンは、これはしまった、と思いました。かわいそうに兵十は、イワシ屋に殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンは、こう思いながら、そっと物置の方へ行って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗だけではなく、松茸も2、3本持って行きました。月のいい夜でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリン、チンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは兵十とカスケというお百姓でした。そうそう、なあ、カスケ、と兵十が言いました。あ？俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。何が？おっかあが死んでからは、誰だか知らないが、俺に栗や松茸を毎日毎日くれるんだよ。誰が？それがわからないんだよ。
俺の知らないうちに置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。ほんとかい？ほんとだとも。嘘だと思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。へえ、変なこともあるんだなあ。それっきり二人は黙って歩いていきました。カスケがひょいっと後ろを見ました。ゴンはビクッとして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンには気がつかないで、そのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、二人はそこへ入っていきました。ポン、ポン、ポン、ポンと木魚の音がしています。窓の障子に明かりが差していて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンはお念仏があるんだな、と思いながら井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくするとまた三人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。兵十とカスケはまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。兵十の影帽子を踏み踏み行きました。お城の前まで来たとき、カスケが言い出しました。さっきの話は、きっとそれは神様の仕業だぞ。と、兵十はびっくりして、カスケの顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそれは人間じゃない。神様だ。神様が、お前がたった一人になったのを、哀れにお思いになって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかなあ。そうだとも。だから、毎日神様にお礼を言うといいよ。うん。ゴンは、へえ、こいつはつまらないな、と思いました。俺が栗や松茸を持って行ってるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は割に合わないな。その次の日もゴンは栗を持って兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄を作っていました。
ゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時、兵十がふと顔を上げました。すると、狐が家の中へ入ったではありませんか。この間うなぎを盗みやがったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって納屋にかけてある銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとしていたゴンを、ドンと撃ちました。ゴンはパタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると、土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。おやと、兵十はびっくりして、ゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか？いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は銃をパタリと落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。いかがでしたか？相手の気持ちを想像すること、自分の気持ちを伝えること。もし誤解やすれ違いが起こる前に、それができていたなら、悲しい結末は起こらなかったのかもしれませんね。この物語は70年近く前からずっと小学校の国語の教科書に載っています。つまり日本の小学校で勉強した人のほとんどがゴンギツネを知っているのです。そして多くの人がこの物語に心を揺さぶられた経験を持っています。皆さんは学校の教科書で読んで記憶に残っている物語がありますか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで聞いてくださりありがとうございました。